皆さんこんにちは。ついにね、うちのチャンネル登録者数1万人を超えることができました。このね、1万人突破を記念して何かね、記念になる作品を作りたいなってずっと思ってたんですよ。そうしたらですね、なんとご視聴者様からとても大きな仕事をいただきました。よっこらせと。はい、タミヤのね、350分の1プレミアムヤマトになります。でね、ただヤマトを作るだけじゃないんですよ。これ見てください、この数。このね、オプションの山々をね、このヤマトにね、実際乗っけて作っていくんです。これね、バンカースタジオさんから出してるね 3D のねこのインジェクションのオプションパーツになるんですよ。例えばね、これ96式の3連装基準になるんですけど、これね、この銃座のあたりとかね、すごい細かいですよね。これね、エッチングパーツじゃね、なかなかここまでね表現できないですよね。で、今回ね、この副砲の方もね、同じように 3D のパーツで用意しました。こちらもなかなかね、細かくね、この造形が再現されてて、なかなかいい感じですよね。こういうね、手すりのついてるところとか、こういうね、ジャッキステーとかをね、つけるところでどうしてもね、この接着剤で盛り上がってしまうんですけど、最初からね、一つの部品として成形されてるので、これでね、かなり綺麗に仕上がると思います。で、その他にもね、これ 12.7 センチの広角砲ですね。このね、環境のね、この側距儀の部分だったりとか、あとね、この煙突の部分なんかもそうなんですけど、でね、そんなのがね、こうやってたくさんね、部品を揃えさせていただきました。で、基本的にはですね、こちらのポントスモデルさんのね、ディテールアップキットを使っていくんですけど、これね、今ね、結構ね、今現在ですよ、品薄になってるんですよ。で、なので、これちょっとなかなか手に入らなかったので、韓国のね、ポントスモデルさんより直接仕入れさせていただきました。で、このね、ヤマト自体は、私実はこれ2隻目になるんですけど、以前ね、動画で公開させていただいた450分の1のヤマトの時よりね、さらにディテールを細かくね、再現できていくと思いますので、かなりね、長編の動画になりますが、最後までね、お付き合いいただければと思います。ではね、早速、箱の中身を開けてみましょう。同じね、この350分の1のヤマトでも、タミヤの方からね、このプレミアムではないタイプのね、ヤマトも販売されているんですが、一応ね、こちらはね、さすがプレミアムだけあってね、部品の数ももちろん多いですし、箱もね、かなり巨大なものになってますね。で、箱絵をね、横から見るとね、こんな感じの完成図が描かれています。で、反対側のね、側面の方には、このヤマトをね、ストレートで組み立てた際の写真が貼り付けてあります。そしてね、同じタミヤの350分の1シリーズのね、戦艦のラインナップがこちらに紹介されてて、で、先ほどね、お話ししていた、通常のね、ヤマトがね、こちらに紹介されています。で、こちらのヤマトはですね、純正でエッチングパーツがついてまして、で、メーカーのね、標準価格は23,000円となっています。では、箱を開けましょう。ランナーとかは全部一旦取り出したので、これからね、アルファベットのタグをつけていきます。いや、なかなかのボリュームですね。数えたところね、船体を含めてランナーは全部で28枚。で、小袋に入ったね、パーツなんかは1セット入ってました。
で、あとヤマトのですね、上から見たこのイラストがついてるんですけど、これはね、多分原寸大なんじゃないかな。一応ね、この上部のね、この甲板の部品を今ちょっと乗っけてみたんですけど、これ多分ね、原寸大のイラストなんですね。で、あとね、反対側にはこの側面のイラストが描かれています。この大きさでね、描かれているとね、非常にね、イメージがつきやすいですよね。そしてこのヤマトをね、製作する上で何かの資料にね、役立てるためのこんな感じで小冊子がね、含まれています。これね、ヤマトをね、製造するにあたってのね、このエピソード的なやつとかね、あとこの装備の説明ですね、こういうのが記載されています。そしていつもね、タミヤ製品にはついているんですけど、こういった感じのね、組み立てのアドバイスだったりとかの小冊子と、で、あとね、マニュアルの訂正事項が別紙で入ってますね。で、あとなんか補足の資料で、それぞれのね、言語に適したヤマトのね、このスペックの内容が記載されています。で、あとですね、デカールとかの一式ですね。で、最後にマニュアルになるんですけど、とりあえずね、基本なんですけど、一旦ね、制作を始める前にね、必ず最初からね、最後まで目を通してね、組み立てのこの手順みたいなやつをね、ある程度頭の中には入れておいた方がいいですね。で、今回ね、オプションパーツが相当入りますので、必ずしもね、このマニュアルに沿った製作ではないとは思いますけど、基本的にはね、大まかにはこの内容に沿って進めていきたいと思いますので、一旦ね、私もよくね、目を通していきたいと思います。最後のね、ページが66ページになるんですけど、相当なね、情報量ですよね。で、これね、やっぱね、これ作るとなると相当時間かかりますし、当然ね、ある程度ちょっと、腕も必要になってくるとは思います。ただね、一つ一つのね、ページにはね、詳細にね、手順が細かく書いてありますので、初めてね、このヤマトを作る方とかでも、時間をかけてね、ゆっくりとね、例えば、その日は3番まで作ってみるとか、翌日はね、7番まで作ってみるみたいな感じでね、工程を分けながら作ればね、そんなに難しくないのかなっていう感じはしますね。で、このヤマトはね、ディスプレイ専用になるんですけど、ウォーターラインでもね、仕上げられるようになってるんですね。で、一応今回ね、フルハルモデルで作ろうと思ってるので、一応私はね、こちらのフルハルモデル仕様での工程をたどっていきたいと思います。そうなるとね、船底の部分も当然作りますので、この辺のね、ウォーターライン仕様で、ね、作るための工程は、今回はね、除いていきたいと思います。で、結構制作内容はね、濃いものになってるので、完成するまでのね、道のりは本当に遠いんですけど、このヤマトね、オプションパーツが純正で何個か用意されていて、で、例えばね、こちらのハンドレールセットですね。今回ね、こちらにね、オプションのハンドレールセットを用意しましたので、これをね、取り付けるためのね、工程がこんな具合で記載されています。で、これね、ものすごいね、この細いね、このハンドレールの支柱を、この船体にね、穴を開けてね、接着していくんですけど、ピンバイスの直径が 0.3 ミリなので、これね、結構ね、老眼の私にはね、相当厳しい作業ですよ。でね、この支柱をね、全部この船の周り一周ね、立てた後に、0.1 ミリのね、導線をね、この2本で引いていくんですけど、いや、これね、前回もね、すごい大変な思いをして完成させた記憶があるんですけど、
なかなかねやばい作業ですね。でね、他にもね環境のねこの側距離のところだったりとかにもね同じような工程がありますので、なかなか大変な作業になります。でね、このヤマトには純正のねオプション部品が用意されてるんですけど、このね取説の中にね DP という記載があるところにはこういった部品のね取り替えができるようになってるみたいですね。でオプション部品に関してはねメーカーのホームページなんかをね参考にしていただければと思います。今回ねバンカースタジオのオプション部品をですねこのヤマトに導入していくんですけど、ですね、まずは側距離でしょ。であとこちらにですねこの後ろの関西機の射出機ですね。でジブクレーンになります。であとね煙突でしょ。であとこちらウィンチとかねリールになります。でこちらがね副砲になりますね。でこちらがね96式の単装機銃で、こちらね96式の3連装機銃になるんですけど、こちらはね防護壁付きのものになりますね。で3連装機銃のねこちら防護壁とかがついてないタイプのものですね。これがねそれぞれ3箱あるんですけど、一つ一つにね10機入ってるので全部で30機ですね。で89式のね広角砲、これ防弾板付きのものが1つにね4機ついてるので、これが2個セットでね合計8機になります。であと基本ねこちらのポントスモデルさんのねディテールアップキットをね使っていくんですが、こちらの方にもね一応この 3D プリンターでね出力された土のうだったりとかねあとねこちらの方にはねこれ89式のねこの防弾板がついてないタイプのね広角砲が入ってます。であと他にもねスクリューだったりとか、あとこの手法だったりとかね、あとマストとかいろんな部分もね金属製で置き換えられるようになってますので、こちらもねできる限り使用していきたいと思います。でこちらが木製の甲板になります。でね純正のオプションにも木製甲板あるんですけど、一応このねポントスモデルの中に含まれていますので、今回はねこちらを使用していきたいと思います。であとねこちらにこのゴールドのデカールと、であとねこれドライデカールになるんですけど、この押し付けてね転写させていくタイプになります。でですねこちらが最後にねエッチングのパーツになるんですけど、いやーおびただしい数ですね。これはなかなかやばそうな空気出してますよ。でこのキットの中にねこの船外電路のね部品が入ってるんですけど、純正のねオプションパーツにもねこれ用意されてるんですが、今回はねこのディテールアップセットのものを使っていきたいと思います。であとこのねディテールアップセットをね、導入していくね場所のこの図が取説に記載されてるんですけど、いやーこれねなかなかやばそうなね工程ですよね。で基本はね製品のねインスト通りに進めていくんですけど、例えばこの辺とかね、であとですねそうだなこの辺の手法の周りの部品だったりとかね、こういうところはね必要に応じてねその箇所のね部分だけこちらのインストを確認しながら金属部品にね入れ替えたりとか、エッチングパーツを取り付けていったりとかしていきたいと思います。導入にねだいぶ時間取っちゃいましたけど、いよいよね次回から制作を始めていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。こ
このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。